おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。昨日もポンド円強く上昇してきましたね。直近ではこういうダブルトップが意識されて一旦下落はしてきてましたが、今ここでこういうダブルトップを作るのか。全体としてはこういう動きですよね。大きなダブルトップの右側でさらにダブルトップを作ってくるのかっていうところを見ております。昨日も強く上昇してきました。GMMA の青帯でサポートされての上昇になってきてますので、直近の高値、このあたりですね。195円から196円ぐらいが現在のターゲット。で、そこで先ほど言ったダブルトップを作ってくるかどうかっていうところをこの先見ておきたいです。ストキャスティクスはそろそろ高値圏ですので、もしかするとここから先ほど言ったようにこういうダブルトップで大きく下落していく可能性も十分あります。では4時間足です。昨日の上昇がかなり強かったですよね。ということは本日は一旦調整の動きを待ちたいところです。じわじわと下落ですね。上昇トレンドっていうのはこういう風に動いていくんですが、当然上昇すればこの下落のターンっていうのもあります。それが現在のこの動きかなと考えますので、今のところこういう上昇をしてきて、上昇して下落、また上昇というそういう動き方を想定しておくといいと思います。そう考えると本日は一旦下落方向に動きやすい、例えばこのオレンジの水平線とか GMMA とか、このあたりまでの下落を待って、次の反発の上昇を見ておくといいと思います。では1時間足です。1時間足を見ていると、いかにも調整という感じですよね。この動き。昨日からじわじわと下がってきているこの動きは調整の動きですので、ここからまた次の反発になれるかどうかっていうところですね。1時間足の GMMA で今一旦反発はしてますが、反発の勢い弱いので、ここ下抜けてくる可能性が高いです。そうするとこの辺、赤い水平線、このあたりを意識しておいて、この辺にアラート仕掛けておくといいと思います。アラートを仕掛けておいて、このあたりまで来ると通知が来るのを待って、その辺付近での下げ止まりを待ってからの次の上昇に乗っていくという考え方ですね。候補としてはこの辺ですね、194円ぐらいが候補。その下はここですね、193.5 ぐらい。そのあたりまでの下落を一旦待ちたいところです。現在使用しているチャートがトレーディングビューなんですが、アラート簡単に設定できますので、もしよければ無料で登録できますし、概要欄の URL からご登録してみてください。ではドル円を見ていきましょう。こちらも冷やしからですね。現在は一旦上昇して GMMA の青帯、上抜けが騙しになって下落してきた。そして現在は過去の安値付近から一旦の反発をしているというところです。ただ、今 GMMA に接触してきているんですよね。過去もこうやって GMMA から下落してますよね。この辺とか、この辺とかもそうですが。ですので今 GMMA に接触しているってことは、今一旦上昇はしましたが、こういう動きは想定しておきたいです。ただし、ストキャスティクスまだ上昇余地がありますので、そう考えると GMMA を上抜けてくる可能性があります。もうちょっと昨日の上昇が強いので、もう少し上昇方向に動きやすいと思いますが、今はもう日足の GMMA にぶつかっているというところは注意点です。では4時間足です。4時間足はかろうじてこれ直近の高値、戻り高値を上抜けてきているんですね。ただ明確に抜けたわけじゃないので何とも言いにくいところなんですが、ここで今 GMMA も抜けてきてますね。今までずーっと GMMA の下で動いていたのですが、昨日の上昇で GMMA を抜けてきました。ということは、ここでサポートされればこういう上昇が考えられますので、サポートされるかどうかっていうところを見ておきたいですね。この辺で今揉み合ってますが、この揉み合いを下に抜ければ日足の下落に戻ります。その場合はこの辺ですね。また140円を目指して下落していきますが、この揉み合いを上抜ければ146円ぐらいまでの上昇が考えられます。では1時間足です。先ほど一旦急騰したんですが、ちょっと上昇にはまだ早いと思います。先ほど言ったように上昇するにしても一旦揉み合いが必要ですので、1時間足の GMMA にもまだ接触してないですよね。ということは本日はこうじわじわと下がってきてからの上昇という、こういう動き方を想定しておきたいです。GMMA 付近からの上昇。そしてこの昨日の高値付近っていうのは、やはり売り圧力が強いと考えますので、本日の動きもそうですよね。結局上昇したけど、全部戻されてますので、そう考えるともうちょっと今日の夕方にかけてこういう下落してくるのもあって、そこからのこんな上昇が考えられます。ただ、上がってくればここ145円付近っていうのも、また上値が重くなってくると思いますので、そのあたりからの下落っていうところも考えておいてください。なので、上がれば売られるし、でも下がってくればまたサポートが働くと思いますので、その辺の動き見ておきたいですね。GMMA でサポートされなければこのあたりまで下落してくる可能性がありますので、その場合はその下落についていくことも可能だと思います。
それでは本日は以上です。現在ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝講師の詳細な分析、そして週末の限定動画でコツコツ FX スキルを上げていきましょう。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したい方は、ぜひノートメンバーシップご利用ください。こちらも概要欄に URL を載せておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。